ジャパニーズポッドキャストビル桜子。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。桜子です。ジャパニーズポッドキャストビル桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など日本の日常を日本語でお送りしています。今回のテーマは日本語での動物の鳴き声です。先日、秋と冬にまつわるオノマトペのポッドキャストをアップしました。動物の鳴き声もオノマトペの一つです。概要欄に貼ってあるので、ぜひこちらもチェックしてくださいね。皆さんは自分が住んでいる地域の表現と世界の表現が違うと考えたことありますか？私は犬の鳴き声はワンワンとしか考えたことなかったんですけど、英語ではボウボウと表現することを数年前に知りました。猫の鳴き声もニャーニャーだと思っていたらミャオミャオだし、こんなにも表現が豊富なんだなぁとびっくりしました。皆さんの地域ではどんな表現をするのかな？日本で馴染みのある生き物、動物の鳴き声や音の表現を集めてみました。ぜひ自分の地域と比較して楽しんで聞いてくださいね。犬、ワンワン、キャンキャン。犬の鳴き声は英語でバウワウと言いますよね。日本ではワンワンが基本なので、それを知ったときはびっくりしました。キャンキャンは少し高い声質なので、小型犬などの小さな犬の鳴き声を表すことが多いです。人間が甲高い声でうるさくすることをキャンキャン叫ぶという表現をします。これはあまりいい意味での表現ではないので、ちょっと耳障りであるというニュアンスがあります。猫、ニャーニャー。猫もニャーニャーやニャンニャンというのが日本では基本です。アニメとかで人間に猫が乗り移ったりした場合は、言語が猫語になったりします。ありがとうニャーなど語尾にニャやニャンがつきます。ガストというファミリーレストランで猫型ロボットが稼働していますが、この猫型ロボットの語尾にもニャがついています。牛、モーモー。モーはできるだけ長めに低めに言うのが特徴です。モー。馬、ヒヒーン。馬の鳴き声はヒヒーンで、走る時の音はパガラパガラです。足がリズミカルに動いているのを表現しています。豚、ブーブー、ブヒブヒ。日本では豚は鼻を指で押さえて豚の表現をします。ちびまる子ちゃんでも有名なブー太郎くんはいつも語尾にブーがついています。おはようだブーみたいな感じですね。羊、めーめー。ヤギ、めーめー。羊とヤギは表現としては一緒の鳴き声ですね。ヤギはかすれるくらいに震わせて言うのが特徴だと私は思っています。めーみたいな感じです。ライオン、ガオー。ライオンが大きな口を開けて吠えている鳴き声です。トラ、ガオー。ぐるるるるるるる。トラとライオンは同じ表現です。ゾウ、パオーン。
象の鳴き声はトランペット音とも呼ばれ、昔から象の鳴き声の表現として使われています。鼻を高く振り上げている光景にぴったりの鳴き声です。猿、キーキー、ウッキー。猿の鳴き声は、ウッキーやウキキといった表現がよくされます。キツネ、コンコン。小狐コンコン山の中と歌にも出てくる鳴き声です。親指と中指、薬指の3本をくっつけて、狐を指で形作ることができます。コンコン言いながらこの手を上下に動かすと、狐の表現の出来上がりです。タヌキ、ポンポコ。ポンポコは鳴き声じゃないんですけど、タヌキがお腹を叩く音としてよく表現されます。オオカミ、あおーん。天に向かって遠吠えしている鳴き声ですね。イルカ、キューキュー。子供の間でもイルカの鳴き声ってなんて言うってよく疑問が上がるんですけど、日本語表現ではキューキューが一般的です。水族館に行っても聞けるのが珍しいですよね。ネズミ、チューチュー。ネズミは本当にチューチュー鳴くのでしょうか。でも日本人としてはネズミの鳴き声はチューチューしかイメージないですね。カラス、カーカー。カラスはカーカー鳴きますが、真似するときは音としてはあーあーの方が近い気がします。スズメ、チュンチュン。アニメやドラマで朝スズメの鳴き声を聞いて目が覚めるといったときに、チュンチュンといった描写は定番ですね。不覚にも異性と一夜を過ごしてしまったという表現で、朝チュンしたと使われたりもします。ハト、クルッポー。種類によって違いますが、よく公園で見かけるハトはカワラバト、ドバトはクルッポーと鳴き、キジバトは早朝にデッデーポッポーってよく鳴いています。クロウ、ほーほー。街中でフクロウの鳴き声を聞くことは難しいですが、ほーほーというフクロウ特有の鳴き声は聞いていて神秘的な空間を作り出します。ウグイス、ほーほけきょ。日本の美しい風景にウグイスのほーほけきょはこれぞ日本という気がします。日本で昔からある花札というカードゲームにもウグイスは出てきます。ニワトリ、コケコッコー。朝鳴くニワトリの元気な鳴き声。コケコッコー、朝ですよと目覚まし時計の音声になるくらい有名です。ニワトリのモノマネするときは、コケココココココケコココと言いながら首を前後ろにして腰をかがめて歩きます。ひよこ、ピヨピヨ。ひよこのピヨピヨ表現は絵本にも歌にも出てきます。アヒル、ガーガー。同じ鳥でもアヒルはガーガーなの面白いですよね。子供向けの童謡にもアヒルガーガーという歌詞があります。ガチョウ、グワグワ。水辺にいる鳥でもガチョウはガーガーでそれぞれの表現が違いますね。
ぐわぐわはカモでも使う表現です。ツバメ、チチチ。ツバメだけじゃなく小鳥の鳴き声でも使います。童謡にもあるくらい有名な表現です。ここからは動物ではないけれど日本の生活でよく使う生き物の鳴き声や音を紹介します。カエル、ゲロゲロ、ケロケロ。サンリオキャラクターでケロケロケロッピーというキャラクターがいるくらいよく使う表現です。ヘビ、シャー。少し威嚇しているような舌を出しているヘビの印象が強いですね。セミ、ミーンミーン、ジージー。夏はセミの鳴き声を聞くだけで暑くなりますよね。セミの種類によって鳴き声が違います。つくつく帽子というセミはつくつく帽子つくつく帽子と鳴きます。面白いですよね。コオロギ、リーンリーン。コオロギの鳴き声は綺麗ですよね。コオロギは羽をこすり合わせて音を出しています。スズムシ、チンチロリン。チンチロリンって表現が可愛いですよね。秋の虫、コオロギ、スズムシ、マツムシは虫たちの音楽会が開かれるモチーフになるくらい音色が綺麗で癒されます。蜂、ブーン。蜂の飛ぶ音って英語ではバズーって言いますよね。ズーの発音が難しいなと思いました。日本の表現よりも実際の飛んでいる音に近くて正確な気がしました。今回のお話はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。この鳴き声の表現、自分が知っているものと全然違うよっていうのがあったら、ぜひ教えてください。ライオンやトラのガオーって世界共通なのかな？知りたいです。ぜひコメントで教えてね。次回の動画でお会いしましょう。まったねー。